はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日も一人です。天気が良かったので、表出てみました。いや、本当に最高の天気ですね。あったかいですよ。今日は休日なので、どうですかね。車ちょっと多そうですが、バイクはあんまり見ないですね。今日ちょっといつもと違うコースを走ってみようかななんて思ってます。なんか気持ちいいですね。なんかいつも私気持ちいいですねしか言わないような感じしますよね。でも実際気持ちいいんで、それしか言葉が出ないみたいな。気持ちいいとこ走ってる時にですね、白バイ隊員だった時の、エピソード第3弾ですかね、お話をしたいなと思っています。私白バイ隊員の時に、白バイの安全運転競技大会ですかね、白バイ大会に出場した経験があります。今考えると若かったのでね、非常に厳しい訓練をよく耐えたななんて自分でも思ってますけど、好きだったので、毎日好きな白バイを朝から晩まで乗れて、自分の技量も上がっていくので、こんないいものはないななんて思いながらもやってましたね。で、その白バイ大会の中の競技、私はもう出たらもうずっと昔の話なので、昭和の時代ですから、今やってる大会とは種目も結構変わった部分がありまして、私がやってた時代には、まず目測速乾っていう競技がありましてね、速乾というのは速度感覚なんで、まさにこうやって走るときにメーター部分を全部隠されちゃうんですよ。で、実際の速度がメーターでも見れない状態の中で、旗門を通るわけですね。そこにはレーダーが設置されていて、そこに指定された速度、3箇所あるんですけど、例えば、70キロ、45キロ、55キロみたいに指定されて、その指定された速度で、3箇所を連続に通過していくみたいな、そういう競技がありましたね。それは私結構得意でしてですね、でみんななんですかね、走っている目の景色の流れとかですね、あと路面の流れ方とかっていうのでちょっと見たりなんかして、速度はこのぐらいだろうなんていう感じで当てていたようですけど、私はその目とかっていうのは非常に当てにならないなと思ったので、エンジンの音ですね、何速の時のエンジン音でこの音だったら何キロだっていうのを徹底的に頭に、詰め込んで覚えてですね、頭というより耳ですね、耳で覚えて、で実践しました。やってるうちに精度がどんどん上がってきてですね、訓練中はほとんど狂いがない、1キロの狂いもなくビタビタ当たるようになってきて、本番でもですね、小木さんで減点はなしということで来ましたね。ですので、メーター見なくても大体の速度はその時はもう分かってましたね。それと目測っていうのがあったんですけど、それは道路の端にですね、メモ用紙を持って待つわけですね。そこに、車とかバスとかオートバイとかが走ってくるわけですよ。で、その車の色型、ナンバー、そして乗車人と、あと速度ですね、速度、これをですね、瞬時のうちに目の前を通過するときに今言ったことを全部ですよ、一瞬にしてメモに書き記してですね、で後で清書する。もう10台来るですね。一番厄介だったのはバスで来た時ですね。バスがしてきた時は乗用車の速度っていうのは大体わかるんですけど、バスって大きいじゃないですか。バスとバイクは大きい、また小さいということで、なかなか
速度の感覚合わせづらいんですよね、見た時のね。で特にバスは人がいっぱい乗ってくるわけですよ。バスに乗ってる人数を数えてるうちにバスが通り過ぎちゃうみたいなね。そうすると何キロだったかななんて見れないっていう、まあそういう危険があったんですけど、私はおかげさまでですね、当時目が非常に良くて、もうバスの遠くの方からだいたい何人乗ってるって分かっちゃうんですよね、頭の数が。でそばに来た時にじっくりナンバーを見て、そして速度を見るということができたので、おかげさまでこの目測っていうのも得意だったですね。やっぱり目が命なんだなっていう、その時思いましたね。ですから目測と速感というのはほとんど減点がなしだったですね。限りなく満点に近い、いつもそういう状況だったです。で次にやったのは、まあ今も大会でやってますけど、バランス競技ってやつですね。8の字を2周回って、から小さい、四角の中を小道路展開を2回やって出ていくというタイムトライアルですね。これもはっきり言って得意でした。はい。小道路展開ではですね、まあ訓練中も含めてまずあんまり転んだことなかったですね。まあ8の字もそうですけど、まあ結構得意な種目だったですね。まああんまり得意な種目を訓練しているとき、練習のとき作っちゃうと、本番でですね、意外にもその得意な種目で転倒したりとかっていうのもありますので、まあ、そこだけは十分注意して本番に臨みましたね。まあ、本番はガチガチ緊張するんですよ。はい。でもなんかその緊張がですね、なんか逆に楽しくなったっていう、思い出がありますね。あとスラロームとかですね、やりましたね。スラローム楽しかったですね。あれはね、もう全部ローギアできますからね、ローギア。もうくねくねしてパイロンの間をいくつも連続で立ってるパイロンの間をどんどんこう切り返しをしてね、走っていかなければいけないので、もうセカンドランって入れてるないですよね。ローでもう瞬発力をいっぱい使ってばいいからですね。でエンジンブレーキをいっぱい使って、まあ、いかにですねブレーキを使う時間を短くをして、ブレーキが一番の減速ですから、でその減速した速度をまたトップ速度に戻すまでに時間かかるわけですよ。だからなるべくその、ブレーキを使う時間を短くしてバイクの平均速度を上げる。でもあんまり高いと小さな木も回りきれないですよね。ですので、まあ、そういうところを工夫しながらですねスラローム走りましたね。で2つも3つも先もこうやって見るんですよね。見る、もう足元なんか見てた日にはですねもう間に合わないんで、どんどん先を見てひたすらこのアクセルを開けていくみたいな、まあそういうスラロームをやりましたね。面白かったです。やってる時は必死でですね、なんで自分はこんな遅いんだみたいな、なんでもっとアクセル開けられないんだなんてね思いながら、もうイライラしながら走ってるんですけど、周りからゴールすると「いや早かったよ」とか言われるんですよね。そうなのかななんてね、自分の走りを見れないですか。当時、今こうやってカメラとかビデオとか随分進化してですね、リアルタイムで自分の走りとかこうやって見れますけど、当時は本当にそんなそういうビデオカメラを撮ってですね、自分の走りを見ながらチェックしてまた走るなんてことはできませんでしたから、ありませんでしたから、そんな気の利いたものあったとしてもえらい高くてですね、そんなの持てませんでしたので、まあ周りで見てもらってる指導員とかコーチにチェックしてもらってですね、で自分の走りを直して、よりコンマ1秒100分の1秒まで意識しながら、タイムを縮めていくっていう、そういう走りを追求しましたね。一つコーナーを曲がるときに、例えば100分の1秒遅かったら10箇所あったら 0.1 秒、それがパイロンが100本あったら1秒違うんですよ。まあそういう走りをですね
やりましたね。もう本当にバイクともお友達、この路面ともお友達、そしてそのパイロンともお友達、いろんなものとお友達になりながら走らないとですね、走れないんだなっていう感じはしてました。まあいい経験をさせてもらいましたね。まあそれがあって今の、自分がこの年になってもこうしてバイクを乗れてるっていうのがあるのかなっていうふうに思ってます。私の白バイ人生含めてバイク人生の中で、白バイ大会に出たっていうのは一つの勲章ですね。若い時にしかできないし誰でもできるもんではないので、本当に良かったなって今つくづく思ってます。コメントをたくさんいただいている中で、若い、方々から将来警察官になって白バイに乗りたいんですみたいなコメントをたくさんいただいているんですけど、ぜひですね、その夢というか、希望をですね、叶えてもらいたいなっていうふうに思います。もう白バイ本当にね楽しいです。もう絶対にもしこれからもしもう一度私生まれ変わってですね、仕事何するって言われたらおそらく迷いなく白バイって言うと思います。本当にいいですよ白バイは。乗るまでちょっと努力が必要だと思いますけど、大勢の、白バイ隊員がいますので、日本でただ一人しか乗れないとかいう話ではありませんから、たくさんおりますので、叶えられる、夢ではないですよ、現実に、できる目標だと思いますので、ぜひその目標に向かってですね、一生懸命やってください。必ず乗れます。そして乗ってほしいですね。私のこのブログを見て白バイ隊員になりましたなんていうコメントをいただいたらもう本望ですね。そんな気持ちで今おります。どうか途中で諦めることなくですね、いろいろと大変な場面も出てくると思いますけど、白バイに乗った自分の姿を、イメージしながらですね、頑張ってください。応援してます。今日もいろいろお話を、エピソードというかですね、私の白バイ隊員というの経験談をお話ししましたけど、これから寒くなってきて朝なんかですね非常に冷え込んで、路面が凍結したりということもありますので、十分注意されてですねバイクに乗ってください。本日もご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。それではご安全に。